どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。つけ麺と入れ違いでつけられてしまったホモサピエンスさやです。つけ麺と入れ違いで間違えちゃったみたい。間違えちゃった。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ヒートエレファント現象。今日もゾウさんはほっかほか。都会ってよくあるんですよ、ヒートエレファント現象ね。ねえよ、なんかサウナ入ってるやつみたいになってるんですよ。ということで今回こちらです。明治。この言い方するとちょっと別の感じになりますね。その言い方するとちょっとなんか、ね、甘い香りが漂ってきます。チョコレートの香り漂ってくるんですけど。チョコレートはそれロッテだわ。こいつ裏切り者だ。捉えろ。ということで今回やっていく企画はこちら。リンド。明治時代に流行っていた流行色でガラスペンを描き対決。いつも助けてくれてありがとう。君は誰？はい。そんなことで120年前に大流行した色たちを、以前僕たちが80年前の絵の具でお絵描き対決ってやったと思うんだけど、石板みたいな、そう古のパキパキになった絵の具でお絵描きしたと思うんだけど、今回はじゃあ120年前の明治時代にあった、絵の具を持ってきたかというとそういうことではございません。ではございません。なんとね、とても面白いものがあります。そう。ポン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 ロロロロこちらでございます。はい、こちらですね、呉竹っていうメーカーさんから出ている、明治色のインク。そう、ガラスペンのインクです。そう、ガラスペンとかに使ったりするんですね。ガラスペンでも使えるし、つけペンでも使えるのかな、一応。明治時代に思いを馳せた流行カラーを入れたね、カラーインクらしいです。明治ってやっぱさ、なんていうの、文明開化だからさ、大きく時代が動いた時代でもあるからさ、いろいろなんか日本だけじゃない色も入ってきたとかね、そんな時代でもあったみたいなんですけど、呉竹さんがその明治35年に創業したらしくて、でその創業120周年を記念して明治時代ね、明治時代ってめっちゃ言いづらいね。びっくりしてる今。明治時代ってすごない？明治時代って。明治時代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 。はい、始めてくれる？本当にね。本当にね、一色一色に意味があるというか、理由があるというか、これね、伝統色って言われるね、色なんですけども、この色を今回はね、使って、そう、これカラーインクだから色塗りにも使えるんだけど、今回はせっかくなので、こちら。でじゃーん。でじゃーん。そう、以前ね、視聴者さんからいただいたガラスペンでございます。めっちゃ可愛いガラスペン。そう、これめっちゃ可愛いガラスペンでの動画なんと1本しか撮っていないんですけれども。いや、そうなの。しかもなぜか落書き部屋の方です。出したんですけども、初チャレンジなのに、インク一つけしかできないっていうね。たくさんインクいただいたのに、ワンチョンしかできないガラスペン対決っていうアホみたいなことしたわけですよ。大変もったいないことをいたしましたので、今回はガラスペンで本当に楽しくカリカリお絵描きをしていこうかなと思います。かつ夏目さんちも恒例となりました日本史の授業をね、源先生から進めてまいろうかと思いますので。すみません、テキスト用意してないんですけど、いや楽しみですね。やめろ、全然調べてねえんだよ、やめろ。ほら、どんぐり頭を叩くと偏差値が上がる音がするっていうしねえよ。目開花しろよ。今回ね、この色をね、もう無制限で使って素敵なイラストを描ければいいなと思ってるんですが、まずはそれぞれの色をテストするところから始めようかなと思ってるので、ちょっと名前気になるからさ、紹介していきたいよね。そうですね。じゃあまずね、今から3回戦やるんですけども、3色ずつそれぞれ試してみて、で最後に無制限でちょっと全色使ってお絵描きしていこうかなと思うんですが、どうする？どうやって選ぶ？じゃあ1個ずつ選びますか。最初はグー、じゃんけんぽん。元気な。負けた。まずは、これ多分僕普通に好きな色なんですよ。荒い種。荒い種っていう。せいさん、これクジャク緑？それどっちでも読み方いいみたいですよ。クジャク緑でもクジャク緑でもどっちでも正解です。じゃあこちらのクジャク緑にいたします。なるほどね。なんか綺麗な色そうなので。ということでまずはテストやっていきたいと思います。かいきゃではまず最初こちらの荒い種、僕が選んだ荒い種という色は、これなんか面白くて、
江戸時代初期から確認されてる朱色じゃあの明治の色じゃない明治の色じゃないんだって厳密には、の朱色の薄い色を表す色名なんだと。布を洗うと、染めたい色のさ色素がどんどん薄くなっていくでしょ。色落ちしていくっていうか、で薄くなっていった朱色が粗い朱っていう色なんだって。じゃあもう字のままってことなんだね。そうだからエモいじゃんちょっと。何回も使われた感じがいいよね。歴史感じる色じゃん。実際歴史感じる色なわけよ。年季入ってるよ。年季入ってるよっていう意味なんだってね、この粗い朱っていうのが。だから明治の後期に行き過ぎた西洋化、落としちゃってるわけだ。文明開化の落としちゃったから、落としすぎちゃったから、落としすぎたことに対して反発した文化人たちが、だから日本の古風な色を大切にしようぜっていう昔の明治の人が昔の江戸時代を大切にしようとした色ですから。面白いっていうね、めちゃめちゃ時代反映されてる色じゃん。すごい明治色と言いつつ本当は江戸色っていう江戸色なんらしいですね。でさやさんのクジャク色、クジャク緑、僕今クジャク色っつったんだけど、クジャク色でもいいみたいですね。そうクジャクの美しい青緑の羽のような鮮やかな青緑。ここね。これね、そうケーンのとこね。ケーンだよね。なんだケーンのとこ。ケーンってそれは生地じゃない？そうだ。桃太郎にクジャクついてきてたらちょっとカビ。ちょっとカビ。ちょっとカビ。生地さんサイドもちょっと。生地さんサイドもおっこだし、桃太郎も俺より目立つなってなっちゃう。青緑色なんですけど、シンプルに言えば。クジャク緑でもクジャク色でもクジャク緑でもいいんですけど、明治の時に西洋から伝わってきた色、ピーコックグリーンっていうのを和訳したらしい。確かにピーコックグリーンクジャクの緑だもんね。で鎖国が終わって文明開化していろんな色が入ってきて、その中の一色中でピーコックグリーンやんっつって流行ってる色に反発して出てるこの粗い朱っていう、なんかこんな感じです。こういう感じ、補色やね。確かに西洋の色 VS 日本の色って感じですよね。すでに1回戦目からなんかアカデミックな感じになりました。アカデミック。じゃあちょっとテストしてみますか。瓶が綺麗だね。うわすごい。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。見てこの光に透けた感じ。すごい綺麗。いいね。じゃあまずは1回戦目粗い朱 VS クジャク緑。戦わすな文明を。そうよ。夏目さんちが言うだって戦いっていうワードは己だから。そう昔は戦ってた。昔は若かったから。昔は若かった。お互い戦ってたんだけど、最近はね己とね戦いが一番大事。そう30も超えると己と戦うこと多いのよ。さあではですね、まずは参りましょう。15分で。用意スタート。うわすごい色。うわ中蓋取れた。中蓋ここについてきちゃった。見てちょっとカビて弱っ。カビた心やめてよ。濃いめに出すと緑で浅めに出すとちょっと青にも見える感じ。そういうことか。これ濃淡が出ますね。雅な感じにしたね。私全然みやびじゃないな。じゃあ雅にするわ。いいよ、もう別に今からやんなくて。フォルムチェンジ。そんなんじゃねえだろ別に。お絵描きって。ちなみにこれはカラーインクなので水にやるとまた表情が変わったりするんで、それも試してみたい。やりたいね。座敷わらしちゃん。男か女かわからない。しかしその実態をいやなんかね、これの元のネタはね、さやさんの男か女かわからない。しかしその実態はメタモン。確実に男か女かわからなくしていく。なんか懐かしいですね。それがなんかめちゃくちゃ面白いのが、TikTok に上げたやつのその音源を使って韓流のアイドルの映像に当てがわれてて、めちゃくちゃ面白い。面白いっていうか、なんかその界隈の方々が言うには、まさにこの人のことだみたいな。男か女かわからないみたいな。そういうことね。その人メタモのぬいぐるみ持ってる写真があったっぽくて、なんでぴったりなんだ。なんてぴったりなんだっていうことで、一部のそのファンの方のアイドル推しのその方々がなんかうちの音源を使ってよう見つけてきたなって感じだよね。逆にね。よく気づいたよね、その音源ね。TikTok はね、ちゃんと音源許可出してるやつは使っていいので、別に無断とかではないんで安心してください。てなわけで、水を使ってねやったらどうなるのかと。見せてみろ。洗えた。洗ってる。わー、いいね。やばいねこれ。どうしようかな。なんかゲンさんがすごい全体的におしゃれな絵描いてるから、さやさんインフェルノモードにしちゃおうかな。何インフェルノモードってどういうこと？こうかな。見て。うわ、めっちゃいい。緑というかとても青だね。これは実家の母にも伝えなければ。
なんで絵描いてたっけお母さん。はい、ということでまずは荒井種、そして駆除力。せーのドン。おー、綺麗ですね。めっちゃ綺肉を食えって言ってる。可愛いなこの子。どういう夢だよ。絶対陰結んでんじゃん、何かしかの。可愛い。この子は座敷わらしです。貧乏で、食生活が怪しい和コードのところに行って、そう、学生のところ行って、食生活がなってない肉を食えって言ってくる、健康管理してくれる座敷わらしちゃん。可愛い。で、座敷わらしがさ、めちゃくちゃさ、筋トレとかのアドバイスしてきてくれる座敷わらしっていう。ライザップわらし。そう。ライザップわらしどう？めっちゃ可愛い。ガチでダイエットと筋トレのアドバイスしてくれる。強い。私はあくまでサポートしかしないです。お前が引き寄せるんだっていうトレーニーわらし。可愛い。めちゃ可愛くないですか？可愛い、めちゃくちゃ。で、ゲイさん、これはもうね、歌舞伎というか、キュービみたいな男の子ですね。男の子、だから男か女か分からないってさ、そう確かに分からないよ。分からないでしょ。ゲイさんだから女の子かと思う。男の子なんですよ。戦闘モードになるとシャワーっつって髪の毛がぬらりひょんの孫みたいにシュワーってなびくみたいなタイプ。今まさに陽光モードになろうとしている。ああ、いいですね。まだ耳はない。なんかここのにじみの部分がさらにその確かに妖怪感あるね。いいね。いや、ということで1回戦目でした。さあ、では2回戦目に参りたいと思います。参りましょう。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。勝った。なに一回使える愛子剣。相手の勝利する属性に対して合わせてこう添えることによって1回だけ愛子にすることができる。でもさやさんはこの力を使ってその愛子剣を無効にしたからこれにするわ。どういう力だよ。じゃあ俺これでいくわ。はい、では2回戦目は新橋色。新橋色ってね、なんやねんって思ったんだけど、この明るい緑がかった青色のことですね、いわゆる。で、明治中期に輸入されてハイカラな色として大正時代にかけて大流行した。おー。で、東京の一応この新橋、みんな知ってるじゃないですか。地名の新橋。新橋ですか？いや、じゃなくてもさ。なんで駅員さんになっちゃったの急に。名前の通り東京の新橋のことらしいですね。だから当時はその実業界とかその政治家とかが訪れたりとかしている場所で、その新橋の芸者衆。たくさんその重鎮たちが来ていたわけですよ。で、そこの新橋の芸者衆に愛好された色っていうことでそう呼ばれるようになった。じゃあおしゃれの最先端みたいな感じだったのかな。なんかそう、西洋でいうターコイズブルーですこれ。あら、同じらしいですよ。西洋から輸入されてくるわけです。はい、ターコイズブルーだったら。ターコイズブルーをこう新橋色っていう名前になってるわけです。へふんはんほん。興味あるのかねえのかなんなんだよそれ。じゃあこっちはこっちのぶどう茶ならぬエビ茶。はい、エビ茶。色味としてはこのパッケージ通り紫っぽいけどちょっと暗い色。英語ではワインレッドっていう色があるじゃないですか。それに実際近い色みたいですね。じゃあ結構ガチのぶどう目なんだね。そうなんだけど、明治の時代ってその紫色っていうのが家族が使っている、家族って華やかな族と書いて高貴な色だったわけですよ。ちゃんとした紫っていうのは。だからそのままの紫は恐れ多いっていう意味で紫に変わるエビ茶。エビって伊勢エビのエビに茶色の茶で。シュリンプブラウン。そう、シュリンプブラウン、yes。Exactly. Yes. 夏目さんちの頭の悪い英語講座。最近だと卒業式とかさ、ハイカラさんが通るとかのハイカラさんのさ、色はこれに近いかもね。そうね、なんかこれのヤバネ柄。私ヤバネ柄って超憧れてたの。好きだよね、ヤバネ柄。なんかイラストにもよく描いてるよね。私はちょっと成人式とか卒業式着れなかったので。着れなかったんだ。そう。じゃあいつか着てみたらいいんじゃないですか。優しい、その着てみたらいいんじゃないですかって優しい。なんで？おい、夫。好きに着てくださいよ。はい。では。よーい、スタート。新橋色とエビ茶。いくよー。茶色じゃね？すごい茶色だ。ねえ。でもこれちょっと水で伸ばした時が楽しみだな。そうだね。なんかね、多分。見て。紫。いい紫。全然見えなかった。瞬間が。間違えて今水ポタって垂らしちゃったら良くなっちゃった。そういう偶然の事故もね、楽しいのよ、アナログって。楽しんでる？アナログ。誰だよ。待って、泣かないでまだ泣かないで泣いちゃいそう？泣いた。じゃあそれを生かす。じゃあそれを生かそう？君ならできるよ。
はい。では、新橋色とエビ茶。せーの、ドン。おじゃあいいね、色がまた。先ほど、間違いなく失敗したやばいところを、ちょっと涙にしていました。いや、すごいかっこいい。どうしても左目からだけ、満月の夜だけ涙が止まらないみたいな。何その設定、おしゃ今考えたのおしゃ今ね、窮地に立たされた僕が、ゲーパーコンピューターが。ゲーパーコンピューターが今、作動した結果、満月の夜だけ涙が出る。みたいな感じだとすごいいいじゃないかな。今回試してみたのが乾いてないところにもう一度ちょんってしたら、こっちは薄いけどこっちは濃くなるみたいな濃淡がすごいちゃんと出てねえ、すごいめちゃくちゃ面白い。これめっちゃいい。大正の感じある。そう明治大正の感じあるわ。なんかでもさ、この時代ってなんかこういう髪型でさ、こういう感じあるよね。こういうイメージ結構強いかなと思って。これ男の子だったらいいよね。男なんだ。男の子だったらいいよね。男が女がわからない。男が女がわからない。紫だからその実態は本当にメタモンかもしれない。確かに。いや、楽しい。ちょっと最後も楽しみですね。ね、じゃあ行きましょう。さあ、ではラストです。3回戦目。はい。こちら黒金色、そしてシコン。渋かっこいいのが残りましたね。そうね。じゃあまず黒金色なんですけども、ちょっと深緑っぽいなんかね、感じなんですが、一応ね、こう鉄の焼き肌の色のような青みが暗く鈍い青緑色のことらしいですね。で、これを金を黄金っていうじゃないですか。で、銀を白金、銅を赤金、で鉄は黒金っていう、一番漫画とかさ、創作してる人がちょっとやりたくなる、4人衆とかにつけたくなる名前で名前だと思うんですけど、で愛染で出される緑みの濃い青に対して呼ぶ色がないっていうことから付けられた名前らしいです。そういうことなのね。そう、とりあえずそれで付けられた名前なんですけども、明治中期頃からね、大正にかけてこれ大流行したらしいです。で、番頭さんとかお店のリーダーみたいな、でそれの前掛けとかの色でよく使われてた色らしいです。黒金色ね。で、そして最後これが紫根。いや、もう読んで字のごとくな感じですね。多分ね、色もそういうイメージだとは思うんですけど、紫根っていうのがその紺色がかった暗めの紫色のことらしい。で、紫草の根で染めていたっていうことから紫の根で紫根とも書かれてた。もともとはそういう感じだったんだね。で、もちろんこれがね、当然なんですけども、歴史的な色で天皇即位の礼っていう天皇様が即位されたよっていうことを国内外に示すという儀式、もうめちゃくちゃ一番重要な儀式なんですけど、それに使われてた幡って言って周りを囲むように紫のこう布みたいな掲げてるものがあるんですけど、それに使われてるっていう。でもなんかさっきもさ、エビちゃんの時もさ、紫は高貴な色っていうのは多分こういうところに現れてるのかもね。で、その天皇即位の礼っていうところでも使われてるぐらい、解説で言うと尊い色で、今最近こうなんか尊いが軽くなった。みんななんか見た時すぐ尊いとか言うじゃん。でも言いたくなるけど、言いたくなる。自分たちも言っちゃうし、やっぱそういう文化的なところが随分砕けて、フランクになってきたのがなんか最近の文化なのかもしれないんですけど、本来尊いっていうのはそういうね、天皇陛下とかも、あともっと高貴なる方とか、でも惜しいものの上みたいな気持ちあるもんね。確かに推し見て尊いっていうのは多分そういうことなんでしょうね。さっきさやさ、紫だったから交換するか。やったー。僕がこの紫根の色、そして私が黒チーでいきます。やめろよ。さあ行きましょう。なんで仲良くなってる。詰めんなよ距離。だってもうミクシーのアカウント交換したし。なんでそのちょっと古いんだよ。もう明治まで行けよ。首したためろよ。うわ、待ってやば。お紫やん。めちゃくちゃお紫であられるんだけど。青くね？青？思ったより青緑。同じこと言うな。では、紫根と黒金。せーの。ドン。黒です。全然黒じゃん。ね。すごい深い。それも絶対水で伸ばしたらめっちゃ綺麗。全然変わるね、またこれも。明治時代だよ。鎖国終わった後だよ。あの辺からさ、日本史ってガンって難しくなるね。もうなんかあの辺から好きっていう人もいるよね。だからこそね。っていうかなんかあれなんだろうな、やっぱ近代に近づくにつれさ、残ってる資料も多くなるからさ。そう、なんかディテールが細かくなってくるんだよね。そうなってくるとさ、生きれば生きるほど歴史の授業むずくなる？いや、そうだよ。なんかね、そうだよね。覚えること増えるから。そうだよね。この時代のさ、ちょっと YouTuber の名前全然覚えてないんだけどとか多分なってる。わかんねえよ。どうなんだろう。でもヒカキンさんぐらい残るよね。残ると思うよ。さすがに。そう
そうだよね。このなんか何金だっけやめろよなってると思う。確かに学生さんはね、それ面白いよね。そういうの考えるとそういうことを思うと確かに面白いよね。はい、じゃあとりあえず一旦線ができたので、おお、もしかして水浸しタイム？水浸しタイム。サマースプラッシュタイム？めっちゃ紫。すんごい紫。ゲイさんがお風呂に入った後のお風呂の色だね。俺なんなのどんな生物なの？汚れ出してるゲイさん今日もいっぱい汗かいたんだなって。汗なんだ。紫の汗ってもう絶対なんか何がしかの神仏的な呪いじゃんもう。さあでは紫紺と黒金色。はい、せーの、ドーン。おお、なんかどっちかっていうと紺じゃない？すごい好きな色それ。私もすっごい好きな色。めちゃくちゃいいじゃん、その色。楽しかった、めっちゃ。黒が濃く出すとしっかり黒なんだけど、ここら辺でなんかさ、めっちゃ濃い中でも若干こう青緑っぽい色が出るっていうのが楽しかった。いい色ですよ。はい、三つ編み。ボーイズですね。はい、三つ編みボーイズ。はい。いや、ゲンさんすごくない？これ。なんかあなたなんかもうインクの魔術師みたいになってない？これ思ったより色出ちゃった。もうちょっと白い部分を残したかったんだけど、すごい濃いインクだったから、さっきと同じ調子でやったらね、全然もうバチバチに色が乗っちゃって。でもこれ結構いい割れ方してない？すごいいい割れ方してる。またなんかこう魔力みたいなのが。そうなんです。これ一応ね、この子の対みたいなイメージだから。いいねいいね。陽子。そう、陽子のこと、これ対なの、これ対の狐。敵対してそう。絶対敵。こっち少年、こっちお姉さん。お姉さん。いいですね、好きです。そういうのありがとう。元気です。でもこのお姉さんもこの子のこと大好きだから。いいですね。大好きです。いいです。ありがとうございます。元気なんなん今週いっぱい元気になります。すごいキャラクターとしては毒々しいし、民の命なんとも持ってない神様なんだけど、この子のことマジで好き。この子のことマジで好きすぎて民のことをしょうがなく考えるタイプ。リズミカルだ賞賛がリズミカルだということで、こんな感じでね、まず前職をテストしてみたんだけど、めちゃくちゃ良くない？前職揃うとこんな感じ。すごいいい色ですね。今からこの後お好きな色を使ってちょっと1枚仕上げてみようと。いいですね。はい、だから色をね、こことここはこの色使って、線の部分だけこっちの黒金色使うとか。いや、そうそう。多分これとこれとかめっちゃ合うし、相性いいね。そう。っていうかなんならこの中全部相性いいから、組み合わせて使いたいなってすごい思ってたから、ちょっとこの後楽しみにしていきますか。やりますか。やりますか。レッツラメイジ。さあということで、まずは僕ですね、こちら、シャーペン耐久の時に書いた子をちょっとまたねアレンジして今回色を入れていこうかなと思って。お久しぶりです。でね、僕は今回黒金色と荒い朱がメインになってますね。入っていく入っていく。いや、このなんかね毒々しい色がセーラー服にぴったりだなと。いや、そうね、この後からこう水でぼかすか、先に水でぼかすかでだいぶ変わって面白いね。さあその上にさらにランダムな線の上にさらににじませる線を描いて、もうたらーっと垂らすね。このなんかいろいろ遊んでいこうかなという、今回結構ねラフにやってます。うわー、すごい。いろいろ試しながらっていう感じなので、すごい楽しく描かせていただきました。なんかスリル満点な塗り方してるじゃない、あなた。もう戻れないというね利点を。そしてさやさんのターン。はい、さやさんのターンでございます。はい。いやね、やっぱ今回このね、インクというわけでね、ちょっと時代を感じる絵にしたいなというわけで。確かに明治っぽいというか。そうなんです。そう、レッツラ明治って言ったけど、これ大正時代に流行った帽子らしい。大正なんだ。はい、大正なんです。ちょっと先言っちゃった。はい。で、基本的にはね、主線はね、クジャク緑で全体的に。いい色ですね、やっぱり。ね、ぼかすとまたね、綺麗なんですけど、お花の部分は荒い朱。もう万能ですね、この色。マジ万能。この最初にぼかしてまたさらに入れてみたいなことをして。でね、これちょっと季節的にね、このお花ノウゼンカズラって言うんですけど、そういう実際あるお花なんですね。そうですよ。そうなんか検索したら毒があるって出てきて、ってなって、うさちゃんになんかかませちゃったと思ってドキッとしたんですけど、なんか毒があるっていうのはなんか迷信らしいので、ノウゼンカズラは毒なしです。あまりにも美しいために毒があるという噂も立ってしまったっていう話、あれなんですかね。そういう説がないかもしれません。俺が今立てたさあということで2人とも完成というわけですね。いやー、いい色。
素晴らしくいい色だな。ねえ。これ重ねていくとやっぱ色どんどん濃くなっていくしね。いや源さんの迫力すごいね、混ざった色味がね。さやと僕ほぼ同じ色使ってんねこれなんだ。ね。不思議だねなんか。ガラスペンってなんかやっぱ使い方いろいろあるなっていうのが。ガラスペンっていうから、絵柄よ。ご自由にどうぞっていう感じが。いやー楽しかった。ねえ。いやなんかこう前回はねガラスペンなんかふざけた使い方しましたが、はい、1チョンしかできないとかっていう動画がね、夏目さんに出てるんですけれども、今回はすごいね自由に遊ぶんでふんだんに、はい、描けたのでとても楽しかったです。ね。ぜひ皆さんも明治色で遊んでみてください。レッツラ大賞。明治じゃねえんかい。